はい、どうもこんにちは。北陸は雨ばっか。今日もね、天候が非常に悪くて外に撮影に行けません。ただ今回はね、ご安心ください。外に出れない時でも楽しめるための製品をね、作りました。以前から動画でちょいちょい取り上げてるんですけど、四角いテントですね。今1号機2号機と作ったところなんですけど、さらにね、改良というかモデルチェンジしまして、この度3号機できました。でこの3号機からはですね、前のバージョンを結構変えてますというか、ちょっと別物です。ただコンセプトは変えてません。部屋でも楽しく空間作り、そちらができる商品になってます。今回の製品はですね、私の考えてた案とプラスタンスの原産でも別軸で、室内でも自分のプライベート空間作って楽しめるもの何かなってやっていたみたいで、通じるところが多いというところで合体しました。なので合作みたいなもんですね。こちらですね、部材はシンプルで、ポールとこのカバーですね、この2種類になります。はい、じゃあまずポールから数えましょう。2、4、6、28本あります。長さが97センチぐらいですね。でシートですね。はい、すいません、まだパーツありましたわ。はい、こんな感じですね。ポールを連結するための接続するやつ、なんかいっぱいあります。いや、接続パーツがね、思いのほか多い。十字は1個なんですけど、 T 字が5つで、このまっすぐが4つで、このこういうやつ、これが6個で、テトラポッドみたいなのが10個。これにポールを入れていくわけですよね。もう完全に工作の時間ですね。一応組み立て後の写真だけはあるんで、これを元にねやっていこうかな。ポール自体は全部同じ長さだし、これを組み合わせるだけなんで、やろうと思えばね、多分どんな形にでもできるんじゃないかなって思います。今回はね、一番スタンダードなやり方でやります。まずは間違えないようにこの接続パーツを配置していきますかね。はい、多分接続部位はこれでよくって、他のは余りパーツというか予備パーツですかね。じゃあポールも置いていきましょう。OK。ポールの本数はちょうどっぽいですね。ではあとはね、下から積み上げるように作っていきます。はい、これで下できた。どんどんいきます。できました。持ってますね。そんな重くないこれ。こんな感じで仕上がったわけですね。ここが1メートルで、あとはね2メートル2メートルという感じで、十分な広さがございます。設営自体もこの接続部分の場所さえ間違えなければ難しくはない感じですね。ちょっと最初他のパーツがいっぱいあったんで戸惑ったんですけど、必要なパーツさえ分かってれば楽勝です。ポール自体はね、そんな太くもなく細くもなくみたいな、人がぶら下がるのはさすがにあれですけど、ここから小部屋を作るには十分な強度なのかなというところです。それじゃあシートかぶせます。できました。はい、こちら完成ということで、部屋キッチキチですね。高さがね2メートル、横も2メートルあります。それはでかいわ。その分ね、十分な広さが確保できております。ここもなんかナイロンかな、なんかサラサラしたやつで、入り口ですね。もちろん空間を確保する役目も果たすんですけど、本当に閉鎖してしまうと密閉感が強いので、ちゃんとメッシュもあります。入り口こんな感じですね。そしてこの反対側も同じように入り口があります。もちろんメッシュもね。そして入っていきます。こんな感じですね。下の方はね、紐がついてて固定できるようになってます。かぶせるタイプなので、最後は下で引っ張って下で固定するという感じですね。で、高さがね2メートルあるんでね、中に入っても閉塞感ないっすね。今普通に立ってるんですけど、やっぱ全然高さありますもん。そして上に窓あります。今回の
こいつはね、テント要素ももちろん考えられてるんですけど、部屋の中でのそのプライベート空間っていうのも考慮してます。なので部屋の中に部屋を作るんで、あんまりこう密閉されすぎると息苦しくなっちゃうので、上にも窓ついてますし、横の方にもねついてます。開く場所はね全部メッシュついてるので、夏場でも OK で、天井に関してはね全部で2箇所ございますという感じです。なので昨今ね、在宅ワークの方がめちゃめちゃ増えてると思うんですけど、やっぱり在宅が増えたからといっても部屋は増えないので、そういった方のために部屋分割ではないですけど、こんな感じでねちょっと机を置いてここで仕事しても OK かなというところです。ちなみになんですけど、この素材もねなんか真っ黒のビニールみたいな、そういう素材使っているので電気消します。はい、こんな感じでね、この生地ね光をしっかり遮るので、外の明るさみたいなのは中に漏れてこないですね。どうでしょうかね。広さ的には申し分ないのかなというところですね。で一つ今回四角いテントっていうことで欠点があるとすればね、ここですね。ここにポールがあるんで、寝ようと思ったらここにそのまま寝袋引いちゃうとこれ痛いっすよね。なのでこの3号機で寝ようと思ったら結構厚めのマットレスですね。ソファーベッドなんですけど、こういうのを敷いてから寝るのが一番ですね。寝袋そのまま寝る人はいないと思うし、この季節は特にマットレス敷いて寝る人が多いと思うんでね、個人的にはここは直さなくてもいいかなって。やっぱ高さがあるのはね素晴らしい。どうしてもテントだとこう上がね三角だったりとか丸くなっちゃったりするんで、あまりその閉塞感みたいなのがちょっと出ちゃうんですけど、ここまで広いとね小部屋自分の空間を作れるようにっていうところで、私の考えてた四角いテントと合流してこのような感じになりました。個人的にはこの材質もしっかり遮光できてていいなって思うんですけど、皆さんはいかがでしょうか。あと今回ねパーツいろいろあったんですけど、完全に拡張を狙ってますね。ポールと接続部つなげるだけなので、作る人の個性によっていろんな形が作れそうだなって思います。今回はこういうテント風なやつなんですけど、多分ねもっと部屋っぽくできるためのパーツをね今作ってるんだと思います。何せよねこういう風な作りにすることで自分好みの部屋が作れるようになるので、これはねプラモデルみたいで楽しいですね。組み立て自体はね難しくはなかったです。ただポールが多いんでブスブス刺すのに少し時間がかかるかなっていうところですね。あとは直してほしいなっていう部分がね1個だけあります。基本私が作るやつって1人でできるのがほぼ前提なんですけど、このシートかけるのにめっちゃ苦労しました。これ1枚ものなんで、上からこう頭巾をかぶせるというかそういう感じなんでね、見てわかる通りねサイズもキッチキチなんですよ。なのでかけるのにね苦労した。この横側にファスナーとかをつければもっと楽にできるような気もするんですけど、それだと耐久性に問題が出てくるんですかね。ちょっとここはねタンスの源さんに確認します。と今回はねこんな感じにしておきましょうかね。結構ね今回の製品はね自由度が高いんで、皆さんのね使い方どこで使うかとかしたいかなというところがあります。で素材自体は防水性能はないので、雨の日に外で使うのには適してはないんですけど、サイドタープと組み合わせてその下にね組み立てるのはありかなって正直思いました。そうすればね寒い日もいけるんじゃなかろうかというところですね。私はねアウトドアでもちょっと試してみたいなという気持ちがあるんで、これからの動画でねこれ使って何かやるかもしれません。あとは実際に部屋の中でさらに部屋を作りたかった人、秘密基地作りたかった人向けですね。今回1個だけポンって出したんですけど、その横とかにもう1個ポンって置けばね、2人分っていう感じですね。そういった意味で仕切りができたりするので、避難所のそのプライベート空間とかでもありですし、在宅ワークのその個室として使うのもありですし、結構楽しい商品かなと思います。またこちらの製品ね多分まだ変わってったりとか拡張してったりすると思うので、いろんな使い方のシーンとか自分だったらこう使うとかいうのがあればねコメント欄に書いてください。私も見ますし、タンスのゲンさんも全部見てます。結構ねこれ動き始めてからもう結構経ちますよただ中途半端なものを製品化するわけにもいかないので、ぜひねこれなら欲しいっていう人がねできる状態でね送り出したいなと思っておりますんで、よろしくお願いします。すいません、最後に言い忘れたんですけど、今回ねフライシートが 1kg でフレームがね約 4kg なので、これ全部でね 5kg ぐらい軽いっす。もう一回組み立てちゃえばこれで移動できます。なんかこれでゲームできそうですね。そういうイベントの方もぜひ
移動できる四角いテントです。あと四角いテントって呼んでるんですけど、製品名で全く決まってません。今後決めます。はい。というわけでね、今回は四角いテント試作3号機のご紹介でございました。車中泊用マットもね、今絶賛調整中でございますので、いろいろね、コメントいただいてるかと思うんですけど、その辺もね、加味してやっております。ただいろんな意見がございますので、最終的にはね、申し訳ないですけど、私とか、ちょっと炭素原産で、もう最終決めでやっていこうと思います。ぜひお願いします。というわけで今回はこちらプライベート空間をさっと作れる四角いテント試作3号機のご紹介でございました。今までで一番大きいというわけで以上でございます。それじゃあまた。